まず商談審査について、はい。教えていただきたいと思います。はい。先生、審査員として、今審査される立場にもおありかと思うんですけれども、今後ですね、その商談審査を受ける方が、しておくべき、事前の準備であったりですとか、審査当日の心構えであったりとか、いろいろあると思うんですけれども、その事前準備という意味では、どういったことが、審査に、受審にあたって必要だというふうに思われますでしょうか。例えば5段から6段を受けるときに、収容期間が5年というのがあると思います。で、5年間収容してくださいという期間であって、5年経てば受けられますよという意味じゃないわけですよね。ですから、5年経ったから、はい、次は6段を受けますというのが、ちょっと多いんじゃないかなというふうに考えます。もちろん、現在プロはおりませんけれども、アマチュアでも自分の環境に応じて稽古ができる、あるいはできやすい環境におる人と、なかなか稽古ができないという人とは、若干ニュアンスが違うかもしれませんけれども、やはり最大限の努力をして、審査に臨むというのが必要だろうと思います。やっぱり審査をされていても、きちんとした準備をされてらっしゃらなかったのかなっていうような見受けられる方も、そうですね。はい。いらっしゃったり。はい。例えば、さっき言ったように6段を受ける5段の方が、あれこの人5段かなと。逆に段は落ちませんので、4段ぐらいの力じゃないのかなって思うような人もおりますし、逆に、これくらいやったら7段の受けてもいいなと思うような人も、中には、6段受験者の中にはいらっしゃるわけですよね。ですから、どれだけ努力をして、汗をかいて、段に臨むかということは大事なことだろうと思います。審査当日っていうのは、どのような、心構えですとか、準備を持って臨むべきだというふうに考えられますか。そうですね。まず、自分の収容期間だけの問題じゃなくて、剣道を始めた時から何十年という歳月を、例えば6段は1分間に凝縮するわけですから、試合前日から当日の忘れ物がしないように物を点検するとか、あるいは、折り目をついた袴を使うとか、そういうのは常識的なことだろうと思いますけども、中にはその常識が、通用していないという人もいらっしゃるわけですね。ですから、ただ剣道をやるだけでなくて、剣道に取り組む姿勢というのも審査の中に反映すると思いますので、そういうところから学んでほしい。また審査当日は、集合時間というのもあります。例えば、現在は開館時間がもう厳守されておりますので、寒い中に8時半開館なのに7時頃行ったって門は開かないわけですから、寒いところで自分の体を凍えさせなければいけないというのもあります。逆に早く行くだけじゃなくて、今度は逆に遅く行ってしまって、慌てて着替えなければいけないというのもありますので、季節とかいうのにも対してもやはり反応しながらで準備を進めていってもらえると思います。そうですね。当日先生が審査される立場におありかと思うんですけれども、見られるときに、どういったことをポイントとして見られていらっしゃるんでしょうか。これは審査